はい、前半は日本語を話せるための聞くと見るについて意見交換しましたが、後半も引き続きシユさんと一緒に私たちなりの角度から、日本語を話す時の、その話す時にどう意識すればいいか、どうアウトプットすればいいかについて意見交換してみたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。シユさんは日本語を話すとき、まずどのような意識を持っていますか？何を意識して？はい、そうですね。視聴者の皆様は、大学生の方や、社会人になった方がいらっしゃると思うんですが、日本語も、何でもそうですけど、何かを勉強するときには、誰でも学生ですよね。そうですね。はい。実は学生という身分には特権があるのではないかと思います。どういうことかというと、学生という立場から考えてみれば、ミスや間違いを犯しても、それはむしろ自然な過程で大きな問題は起こさないという特権があるのではないでしょうか。そうですね。ですので間違えるのを恐れずに先に表現してみるという意識を持っています。で、周りの人から訂正していただいた後、内省も必要だと思います。例えば、自分の例なんですけど、大学1年生の時、日本語が初級レベルでしたから。でも自分の言いたいことを日本語で 20% しかまとまってなかったのに日本人の先生に声をかけに行ったことがあります。で、普通に話ができましたよ。で、先生はとても優しくて、叱ることとか嫌がることは全然なかったんですよ。それにうまく話せなかった表現はどう言えばいいかとか、不自然なところがあったのかなどを先生からいろいろなアドバイスをもらって自分の成長がだんだん見えてきました。なるほど。そうですね。一般の方でも、優しくしてくれると思いますが、先生の方がいいですね。なんか直してくれますしね。私もまだその学生の時に、クラスで意見交換とか、そのディスカッションをするとき、多分その場で考えた分のその助詞とか間違えても、とりあえず先に自分の意見を言うタイプです。後で自分が気づいて、ここちょっと間違えたみたいな。そういうのあれば、修正すればいいって感じです。それ以外だと、自分で話す練習をするとき、意識的に文を作ることです。頭の中で常にある状況を想定して文を作って繰り返しシミュレーションをします。例えば自分の場合は自分で携帯電話の契約をしに行くとき、電話会社の担当の方と話す直前まで頭の中で何回も繰り返してシミュレーションをしました。どう言えばいいか、どういうシミュレーションをしました。それはいい方法ですね。なんかそれを通じて日常生活からいろいろな表現や対人コミュニケーションの話などをしっかり考えることができますね。私はよくカジュアルな会話向けの独り言をします。なんか通学の地下鉄でとか、散歩でぼんやりしてる時とかある場面を見て考えたことを小声で、日本語で話し出すということで、日本語に対する感覚が深まる効果があると思います。とにかく積極的に日本語を表現する機会を探すことがなんか言語学習にとっては大切だと実感しました。タイさんは習慣としてやっていることとかありますか？そうですね。私の場合はもちろん積極的に
日本人の方たちと会話しますが、もう一つは、書くことですね。書くこと。SNS の投稿は、できるだけ全部日本語で書きます。自分の、インスタグラム、今まで、278回ぐらいかな。その投稿は全部日本語で、書きましたので、文章を書くとき、頭の中に文が整理できますし、どう書けばいいか、整理できますし、その積み重ねで、日本語を考えるとき、反応とか、あともちろん日本語を話すときよく中国語から日本語に翻訳とかもするので、その翻訳のスピードが速くなると思います。はい。なるほど、そうですね。カイさんの投稿をよく見てます。ありがとうございます。はい。なので皆さんもぜひチャレンジしてみるのもなんかいいなと思います。はい。すごいと思います。ありがとうございます。はい。なんかその他私はよく日本語の交流イベントに参加しています。はい。多人数でも少人数でもなんか他の人と日本語でたくさん話したりすることで、日本語そのものはもちろん、他の文化や価値観をも知ることができて、はい、面白いと思うので、皆さんもぜひ参加してみてください。はい、そうですね。実は今うちの会社が運営しているオンライン言語教室はそういう、あいうえお日本語広場という日本語交流イベントを開催しております。前回は、今月の5日に Zoom で開催しました。日本人の方と、主に日本語を勉強している中国人の大学生、あと社会人の方たちと一緒に言葉のゲームをしたり、一つのテーマについて意見交換したりしました。その動画のリンクを上に貼りますので、皆さんぜひご覧ください。次回は来年1月開催予定なので、その動画を見た大学生、あと大学院生、社会人の皆さん、あとは、日本語教育関係者の皆さんの中に、興味がある方、ぜひコメント欄に書き込んでください。よろしくお願いいたします。開催日が決まったら、順次返信いたします。では、後半の内容は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。しゆさんも今回貴重な話ありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。また機会があれば遊びに来ます。ぜひ、ありがとうございます。もし、今回の動画で参考になった方、ぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。さっきお伝えした交流イベントの SNS 情報も概要欄に貼っておりますので、こちらのフォローもよろしくお願いいたします。次回も今回と同じような企画を立てたいと思いますので、また次回の動画でお会いしましょう。JC ネットチャンネルでした。バイバイ。バイバイ。